こんにちは、青木です。阪急電車の大阪梅田駅に来ております。はい、見てください。3つの列車が同時刻に発車しております。阪急名物3線同時発車をご覧いただいていますけども、今日はですね、この阪急電車に乗ってね、もうすでにテンションめっちゃ高いんですけども、お出かけしていきたいというふうに思います。今日はですね、今から温泉に行きたいと思います。そう、この阪急電車に乗ってね、だいたい大阪梅田からでも1時間のところに温泉があるというのを発見しましたんでね。お、すごいすごい。またこれもほぼほぼ同時発車ですね。やばいですよ。で、こんなね、大都会から阪急で1時間で行けるようなとこって、温泉って一応湧いてるけど、周り街とかね、そんな感じな気がするでしょ。いや、そうじゃないですよ。今から行くとこはね、ちゃんとね、ちゃんとで変ですけど、周り山に囲まれてて、いい景色が楽しめるところだそうなのでね、こんなとこが1時間で行けるのかというのをね、楽しみにしておいていただけると思います。さあ、では、もうすごいな、忙しいな、この阪急梅田。このですね、今やってきた、そう、今日は宝塚線に乗っていきます。宝塚線にやってきたこの真新しい電車に乗ってですね、旅を始めていきたいと思います。宝塚行きの急行に乗っていきます。さあ、15時30分発急行宝塚行きが大阪梅田駅を発車していきました。またまた同時に発車してますね。阪急梅田駅には京都線と宝塚線、そして神戸線の3つの路線が乗り入れているんですけども、昼間の場合は京都線の特急と宝塚線の急行、そして神戸線の特急が同じ時間に発車するっていう、そういうダイヤが組まれてまして、でそれが10分に1本あるんですね。全国的に見てもただでさえ珍しいね、同時発車の光景を10分に1回見れるっていうのがね、いや、阪急梅田ほんますごい駅やなと思いますよね。列車は大阪を代表する淀川を渡っております。で、気ぃついたらね、隣走ってた電車に抜かれてるんですね。でも安心してください、また追いつきます。そう、同じとこ走ってるんですけどもね、線路の形状が微妙に違ったりしてスピードがね、変わったりするんですね。なので、電車同士のレースみたいなのが味わえるっていうのがね、この大阪梅田駅から、十三駅、この3つの路線が分かれるまでの駅の楽しみでございます。さあ、やっぱ追いつきましたね。池田にやってきました。梅田からだいたい20分ぐらいですね。そして列車の進行方向には山が見えてますね。そう、もうここだけでもね、ビルは結構建ってるんですけども、山があるだけでのどかな雰囲気が味わえると思いますが、本格的な温泉旅館があるって言ってもね、嘘じゃないんだなと本当なんですけどね分かっていただけるんじゃないかなと思いますがね。いや、やっぱり阪急電車楽しいですね。梅田駅出た後のね、同時発車が何とも言えない楽しさはね、ありますけどもね。駅前がすごい頑張って開発されてますけども、温泉はここからですね、30分に1本ぐらいあるバスで、行けるらしいんですけど、ちょうどバス行っちゃいましたんでね、池田の街を散歩していきたいと思います。はい、そう、池田じゃないんですよ、池田ってね、こっちでは発音します。この池田の街に来たら、あの方にご挨拶をしておきましょう。桃福さんです。はい、いや、なんか岡山の桃太郎さんみたいに言うなってね、ツッコミが聞こえそうですけども、安藤桃福さん、チキンラーメン、カップヌードルの生みの親でですね、日清食品の創業者安藤桃福さんですね、ゆかりの地がこの池田になっています。で、桃福ってなかなか珍しいですね。桃福さんは台湾で生まれましたので、100と福ってこれね、桃福って読むんですけど、これは中国語のね、名前だそうです。なので中国語でバイフォーっていう風に読む、バイフォーかな、そんな感じで読むんですけども、で、日本に戦争の前ぐらいから、来られていまして、いろいろと授業をやって、で、台湾から来た方ということなのでいろいろ苦労もされて、そして、戦後も日本にいらっしゃったんですけども、ご自身が興味を持っていた即席麺ですね、インスタントラーメン作りに着手して、チキンラーメンやカップヌードルの開発が、うまくいったという歴史がございます。めっちゃね、簡単に言っちゃったんですけども、そういうことがですね、詳しく学べる場所がこの池田にはございます。ここに公園がありますけど、このマンホールもしっかりね、チキンラーメンのキャラクターが描かれてるんですよ。
はい、書いてありますね。カップヌードルミュージアムということでね、はい、英語で書いてあると英語で読みたくなるんですけど、カップヌードルミュージアムです。それがですね、この道をまっすぐ行ってすぐのところにあります。駅からも歩いて5分ぐらいで来ることができるんですね。今日はですね、中はさすがにもう時間遅いので見れないですけども、この周りとかをね見ておきたいと思います。で、安藤桃福さんは台湾出身って言ってるんですけども、どうしてここにゆかりがあるかというと、いろいろ戦後ですね、大阪の方でね中心に事業もやれてたらしいんですけども、その中で池田に住んでた時にその自宅の小屋でですね、麺のインスタント麺の開発を行っていたということで、この町がですねチキンラーメンとかカップヌードルのゆかりの地とされているようですね。さあ、そしてこれが安藤桃福さんの像でございます。こちらにですねちゃんと説明も書いてありますね。一回ね、もう10年以上前にここ来たことあるんですけど、こんな大きい敷地やったんですね。ここがですねカップヌードルミュージアムの正門になっています。まだ時間あるんで、もしミュージアムショップとかタダで入れたら、なんかここでしか売ってないやつとか買っていこうかな。なんか入場整理みたいなのやってて、ミュージアムショップ的なところ自体も行けないような状態だったんでね、諦めて阪急の池田駅の方まで戻っております。で、あそこね、ほんまにね一回行ってみていただきたいんですよ。あそこを見学するとどうなるかというと、無償にカップヌードルが食べたくなります。カップヌードルまたはですねチキンラーメンが食べたくなるということで、そんだけですね熱心に開発したんだっていうのが返事がしてありまして、でこれうまいことできててね、見学の最後ぐらいにカップラーメンの自動販売機がありましてですね、でなんか自分でそのカップヌードルのパッケージをデザインできるやつとかがあったんかな。でその自販機がね、いやカップラーメンなんてスーパーで買った方が絶対安いんですけど、ちゃんと観光地価格になっているんですけど、無償に食べたいのでね、そこで自販機で買ってしまうっていうですね。はい、いやようできてる。いや商いが、そう安藤桃福さんはですね商いがすごい上手な人ということでですね知られてまして、出る杭は打たれると言いますけども、その才能が認められたりとかね、時にはですねちょっと都合が悪いと言って排除の対象になったりとかね、そういうのがあったそうです。さあ、では私たちは桃福さんのところとはですね反対側の出口に、池田駅の出口に来ております。でここですねバスの乗り場があって、あそこに阪急バスがいてはりますね。で私たち阪急バスに乗ってですね、ここはだいたい20分ぐらいで温泉に行けるらしいですね。バスがねなかなかややこしくてですね、ここのねこれに乗ったらいいっていう風にね、でその他のやつも行くには行くんですけど、だいぶ遠回り、そう循環系統、これとこれがなんか循環になってるらしくて、でこっちがですねこの駅からだと伏尾っていうところまで行くんですけど、その伏尾まで、早く行けるらしいです。でこれはほぼ直で行く、そういう系統になっています。なので今いてはるやつも行くには行くんですけど、だいぶ時間かかるらしいんで、次に来る31分の、希望ヶ丘行きのやつで乗っていきたいと思います。さあやってきましたね。こちらに乗っていきましょう。次は牛尾でございます。ちょっと待って、これ何駅からまだ15分ぐらいしかバス乗ってないんですけどめっちゃ田舎になりますね。ちゃんとね山に囲まれてますね。英語の案内放送が行われていたのがびっくりしましたね。結構外国人のビジターの方も多いんですね。ちなみにこの英語の声どっかで聞いたことあるなと思ったら、 JR 東海の315系電車とか、あと特急ひだとかで使ってる放送の英語のナレーターさんと一緒ですねって。はい、そんなオタクな話は置いとけということでですね、森田すぐですねこれ。はい、伏大閣、今日、お世話になるというか今日行く温泉、伏大閣にですね、今から行きたいと思います。そういえば今まで名前言ってなかったなっていうのを今気づいたんですけど、多分この伏尾っていう地名から伏大っていうのがね来てるんかなと思いますけども、はい、これがね実は旅館の日帰り入浴になってるんですよ。湯布院行った時にもね言ったかもしれないですけども、こういうですね、温泉地、ここは温泉街ではないんですけども、やっぱ温泉入るんだったらね旅館の日帰り入浴が一番いいです。旅館ってね結構高いでしょ。泊まろうと思ったら1万とか2万とかするんだけども、例えば2000円とか1000円とかの値段でお風呂だけ使わせてくれるっていうですね。
旅館に入れるってことには変わりがございませんので、たまらない高級感を味わうことができるわけでございます。さあ、すげえなこれ。本当に今大阪にいるんだろうかって。でしかも梅田からね1時間で来れますよね。今日はね桃福さんにご挨拶したんですけども、せずにねって言うんですけども、普通に降りてすぐバス乗ったらだいたいですね合計1時間以内で来れるんじゃないかなというふうに思います。道路がね混んでるかどうかっていうのもありますけども。でちょっと待ってうわすごいなこれ、渓谷やこんなんが梅田から1時間の場所で見れるっていうのが、いや素晴らしいですね。ちょっと入る前にもねなんか見どころがいっぱいありすぎてもうやばいんですけどね。なんか大阪とは思えないですねこれ。もっとなんか長野県とかねその辺来たような感じがしますけども、いやちょっとなんか今すごい頭の中がいい意味で混乱してますね。さあ不昇格って書いてあるのれんがある。でのれんの横にこれあれですね、ホテルアルファワンさんにありそうな回転扉がつけられそうなドアがありますね。はいこれねアルファワンって書いてあったらあれですけど、不使用確定ちゃんと書いてあります。よかった。はい、こちらが庭園露天風呂入浴券ということでねいやガチなやつですよねこれ。係の方が全部案内してくれました。券を買うところからですねエレベーターに乗るところまで全部案内してくれました。すごいおもてなしだこれ。そして4階です。はい、こちらですね。うわすげえ。1800円って聞いて高いなと思ったでしょ。でもそんなんじゃないですよこれを見たらね、いや1800円でいいのってなりますよ。うわすげえ。今日もいいお湯でしたというかいいお湯でしたしか言いようがないですよねこれも本当に。まず内風呂がとにかく広いんですよ。今回はねもう夕方の時間ということでこの泊まってるお客さんは結構いらっしゃったみたいなんですけども、その内風呂がもうほんと50人ぐらいでもいけんじゃねえみたいな広さだったんですね。内風呂からもその山に囲まれてる景色しっかり見えました。そして露天風呂ですよね。ちょっと内風呂よりちっちゃいんですけど庭園露天風呂の名にふさわしいですね。本当にねお風呂入ってる時は見えないんですけど、その立ち上がったりとかするとこの周りの山とかね、あと横すぐ流れてる川とか見えてね、すんげえ景色がいいんですよ本当に。もうこれ紅葉の時とか来たらすごいでしょうね。さあみやくくんにご挨拶しましてですね、この1階のロビーとかあとお土産屋さんとかは自由に使っていいみたいなんで、そのあたり見ていきましょうか。このエリアがね売店で買ったものとかを飲み食いしても大丈夫だそうです。いやすげえな。はい、売店で僕が大好きな白バラコーヒーがですね184円で売ってました。普段110円ぐらいで売ってるんですけど、こんなねいい場所があるということでお値段なんか関係ないですよ。さあでは飲んでいきましょう。白バラコーヒーはねマイルドな感じがいいんですよね。で私たちはこれからどうするかというと、入る時にちょっと見たと思うんですけど、シャトルバスがね無料で運転されてます。でこれ日帰り入浴者にも使えるということで予約をすればですね、乗ることができるそうで、それがこの後6時20分に、池田駅行ってくれるということですので、それに乗車していきたいと思います。日帰り入浴でもシャトルバス出してくれるってなかなかないですよね。宿泊する人とか、あと日帰りの食事とかを伴うプランですね、デイユースみたいなそんなのだと出してくれるところあるんですけど、ここになんか韓国ドラマの案内があるんですけど、この逃亡者というドラマを撮影した際にですね、キャストの皆さんがここに泊まられたそうでして、サインがございますのでね、韓流ファンの皆さんお待たせしました。ちょっと前のドラマらしいんですけど、サインをですねこちらお見せしたいと思います。これがシャトルバスで、あと15分ぐらいで出発するそうで、今準備中ですね。なんかこれ湯布院の森みたいですね。というかこれ色そのままおおすごいな。ここ大阪府湯布院町違うか、大阪府池田市です。はい、すいません、おもないことを。何をしに来たかというと夜景を撮りに来たんですけど、すごいな、結構な台数でシャトルバス運用してるんですね。いやこんなとこが本当に大阪梅田から1時間で来れるなんて想像ができないでしょ。綺麗にライトアップしてくれてますね。しかもさあこちらのバスですね、左側のやつに乗っていけばいいみたいで、空いてますね。はい、
池田駅送迎バス、ちゃんと韓国語まで書いてありますね。なんか普通のマイクロバスと思いきや座席もえらい快適ですね。はい、ミニ湯布院の森号がですね、池田駅に無事到着しました。上にやってきました。私たちがあれから乗ってから13人ぐらいの多分同じ会社の先輩後輩とかかな、乗ってきましてですね、あれやべえ、なんか別の団体のバスに乗り間違えたんじゃねえ説が出てきたんですけども、ちゃんと合ってました。でその団体の皆さんはですね、この池田駅に到着するちょこっと前のところで降りていかれまして、要は温泉に入ってからまた飲みに行くみたいなんですけども、その店に行くのに便利な場所で降ろしてもらってました。そういうことも事前に言っとけばできるんだなっていうことで、本当この不用閣さんのおもてなしのクオリティの高さに圧倒されております。はい、ということで今日もですね、いい旅ができましたね。今回行った不用閣さんは日帰り入浴であろうと、またねデイユースとか宿泊であろうと関係なくですね、お客様一人一人を大切にしているんだなというのがすごく係の方のですねサービスを見て感じました。しかもですね、館内も綺麗だし、外の渓谷川のね様子とかも見ていただいたと思うんですけども、その辺の景色も大事にされている、そういったところにですね、なんと2000円足らずでお邪魔することができるのは非常にいいことだと思います。ということで今回は大阪梅田から1時間で行ける本格温泉旅館、大阪池田市にございます不用閣さんをご紹介しました。ご覧いただきましてどうもありがとうございました。